皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。2025年イエーイということで、今年一発目の、ポッドキャストです。はい、皆さん年末年始どうでしたか？食べ過ぎた人、飲み過ぎた人、寝過ぎた人、いろいろいると思います。はい、私は食べ過ぎた人かな。食べ過ぎました。はい、今もね、なんなら食べ続けてます。なんか止まらないんだよね。わかる？止まらない食べることがやめられないというね、いつも年末年始になるとそういう状況になりますけれども、はい、皆さんはどんな年末年始を過ごしましたか？そして、今年の目標立てましたか？今年の抱負は何ですか？まあサニーサイドでね、こういった話をレッスンでしたり、私のプライベートのレッスンの生徒さんとこういう話をしたりするんですけれども、ほとんどの人がやっぱり日本語の勉強を頑張りたいっていうんですけれども、もう一つは大体健康に気をつけたいみんな年取ったね私も同じです。はい、筋肉をつけるとか、体にいいものをできるだけ食べるとか、なんかそういうことばかり考えております。皆さん健康第一で頑張っていきましょう。はい。ということで今日は、新年のお話と思わせといて全く関係ない話をします。理想の生活について。理想の生活、皆さんどんな生活が理想的ですか？理想の生活ですか？そして今あなたは理想の生活を送れていますでしょうか？どれぐらい自分の現実と理想が近いですか？離れていますか？はい。なんでこういう話をしたいかというとですね、私は今フランスのナントという町に、1年、住む予定でして、今ちょうど、1ヶ月半ぐらいが過ぎましたね。はい。だいたい慣れてきて、毎日曇りですけど、太陽を見る機会が減りましたけれども、はい。毎日ね、いい生活をしております。はい。私はね、今30歳で、あと1ヶ月後に31歳になるんですよ。で、考えると最近本当に生活が落ち着いてきて、っていうのも20代の時の理想の生活、憧れの生活に近いかなっていうのは、やっぱりその東京で、その東京の中心でなんかタワーマンションとか、なんか高い家に住んでちょっとラグジュアリーな生活してみたいなとか、なんかおしゃれなカフェに行ったりとか、なんかおしゃれななんかレストランとか行ったりとかね、とにかく都会に住みたいという気持ちがやっぱりあったんですよ、20代。でもそれはね、私間違ってないと思う。だって20代ってやっぱ何でもできますから、エネルギーもね、今よりあるし、いい意味でもなんかスポンジみたいな、何でも吸収して、空っぽだからね、20代ってほとんど。だからなんか何でも吸収できる、時期なので、いろんなものが溢れている大都会、東京という場所は、やっぱり、理想的な場所だったかもしれません。私は生まれて育ったのも東京なので、あんまり変わりはないんですけれども、やっぱり20代のうちはやっぱ東京が一番いいなと思ってました。田舎住みたくねえなとか、今の場所が最高だなと思ってたんですけど、年を重ねるにつれて、私はまだ30代超前半です。30歳だから今。まだ30歳ひよっこって感じ。30代ひよっこですね。30代ひよっこなんですけど、今このナントの町に引っ越してきて、最高なんですよ。本当に。ナントの今の私の生活はどんな感じかというと、まず、アパートです。一つのアパートがあって、それは変わらない。なんだけど、朝起きて窓を見ると、川が目の前にあるんですね。で、木が見えて、人々が少し見える。
いっぱいの人じゃない。少しなんか犬の散歩してる人がいたりとか、通勤途中の人がいたりとか、散歩したりとか、なんか川に座ってなんかおしゃべりしてる人がいたりとか。ね。で、すごくそれが気持ちがいいんですよ。で、東京の生活の時ってどういう景色だったかというと、まず朝起きて窓を開けたら目の前に隣のビル、みたいな。目の前に大きい道路。車がバンバン通ってますっていう状況だったの。で、東京に住んでる時はそれに対して特に何も思わなかった。日常だから私にとって。てか生まれて育ってずっと同じ環境だからね。でもこの南都の町に引っ越してきて、そう落ち着いた景色が朝広がっているということがすごく気持ちがいいんだなっていうことに初めて気づいた。で、何が変わるかというと、何でもそうなんだけど、やっぱ一日のスタートが全然違う。東京にいた時は結構、めんどくさいな、また一日始まってしまったみたいな気持ち。仕事するか、ぐらいの気持ちだったんだけど、今はすごく気持ちよく仕事ができて、仕事がはかどっています。うん。なんか、窓一個あるだけで全然違うね。本当に。で、その窓から見える景色、窓から入ってくる音、それによって全然違う。はい。なんか、東京に住んでる時は、基本的に車の音。車の音で、なんか夜には、なんか、私の住んでる家には高速道路が近かったりとか、大きい道路が近かったから、その夜の走り屋なんか暴走族みたいな人。走り屋が、ベン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 みたいな感じで、バリ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 みたいな感じで、すっごいうるさかったの。でも、なんとは本当に静かだよ、夜。はい。だし、昼も全然少し人の声が聞こえるぐらい。まあ、駅が近いんで、駅で電車を待ってる人の声が聞こえる。で、電車が来る音もするんだけど、でも、そんなに聞こえない。はい。なんかちょうどいいんですよ。ちょうどいい。本当に素晴らしいです。はい。で、もっと今の生活がいいなと思ったのが、私年末にパリに行ったんですよね。うん。まあ、パリ憧れる人も多いじゃないですか。で、日本人もね、すごいパリに憧れてる人多いんですよ。確かにね、パリは綺麗だった。おしゃれ。何でもある。だけど、すごく賑やかすぎて、まあ、うるさいし、人多すぎるし、なんか、24時間休まない感じは、やっぱりあるよね。まあ、大都会どこでもそうだと思うんだけど、だから24時間休んでない感じがあって、あ、私、南都に帰りたいってすごい思ったんですよね。はい。もうそれぐらい、今この南都の街がすごく気に入っています。多分ね、このアパートのね、場所もすごくいいっていうのがあると思うんですけど。はい。なので、私は考えたんですね。まあ、30代理想の生活ってどんな感じかなって。で、まさに今ですね。うん。大きな窓があって、窓から見える景色が自然があって、そんなにうるさくない。で、人々はゆっくり生活している。そして、まあ、南都の街はやっぱりそんなに都会じゃないので、まあ、大きい街なんですけど都会じゃないので、もちろんめっちゃ美味しい流行りのレストランがあったりとか、そういうものはあんまりないんですよね。そう。スターバックス1個ぐらいしかないみたいな、街の真ん中に。一番おしゃれな店ザラみたいな、そのレベルなんですけど。はい。でもそれでね、もうなんか十分。はい。なんかやっぱ美味しいレストランに行くのもいいんですよ、たまにね。うん。まあ東京ではよく美味しいレストランに行ってました。ラーメン屋さんとかもそうだし、イタリアンとかフレンチは行かないか。なんかスペイン料理とか和食とかね、いろいろありましたけど、今はなんかスーパーでワイン買って、ワインをポンって開けて、自分で料理して、で、なんか食べる。なんか見ながら。家でね。そんな生活が私にとって今ちょうどいいです。はい。これが私の理想の生活ですね。本当に何度の街を選んでよかったなと思います。皆さんね、フランスに関してどういう印象があるのかわかりません。結構人それぞれだと思う。好きな人は好き。
嫌いな人は嫌いだよね。ね。で、フランス人に関しても、好きな人は好き、嫌いな人は嫌い。あると思います。でも、パリの人は私はあんまりよくわからないけど、ナントの人は基本的に本当に優しいんですよね。なんか本当に優しくて、フレンドリーだと思います。だから結構、今の生活気に入っていますね。はい。皆さんの理想的な生活、理想の生活は何ですか？多分20代の人の生活、30代、私みたいな人の生活、そして40代、50代、60代、70代あると思います。ぜひコメントで教えてください。ぜひね、私より年が上の人たちがどういう生活が理想的なのか、すごく知りたいんですよね。はい。ということで、私は結構この街が気に入ってしまったので、ちょっと東京になんか東京が全く恋しくないという気持ちでございます。はい。まだまだね、フランス生活は続きますので、楽しんでいきます。以上。はい。今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと、私の X、YouTube、Instagram、こちらのフォローもお願いいたします。Instagram 結構更新しているので、ぜひ見てみてください。はい。あと、サニーサイドジャパニーズ、私と他の先生とやっている会話グループクラス、こちらの新しいメンバーも募集しております。最近ね、毎日のように問い合わせが来ていて、とても嬉しいです。はい。そしてね、1月から、新しい先生が入りました。りょうさんという男性の先生なんですけど、面白い先生なので、皆さんぜひクラス受けてみてください。何十カ国っていう国をね、旅行したことがあって、トルコに2年ぐらい住んだ経験があるんですって。なんか面白いですよね。で、趣味もね、読書とか山登りとかいろいろなことがあって、はい、すごい面白い先生だと思います。すごく落ち着いていて話しやすい方だなと思って、私がナンパしました。アイトーキーで失礼しました。はい。で、2月8日の日本時間夜8時から、クラス体験会を開催します。そこではですね、1時間半のイベントなんですけど、20分20分20分合計値に60分クラスを受けることができます。で、20分20分20分3人の先生のクラスをお試しで受けられるクラスになってますので、ぜひ、お待ちしております。普通のトライアルクラスよりももっとお得になってますので、はい、参加お待ちしております。2月8日です。はい。そして次は、ペイトレオン、こちらのメンバーも募集しております。ペイトレオンはついに、漢字クラスが始まります。多分これがアップされてるのが1月12日だと思うんだけど、1月13日から漢字と言葉のクラスが始まります。毎月10ドルで、毎週漢字と言葉が勉強できるというコースになります。詳しくはペイトレオンのサイトをチェックしてみてください。10ドルで、もちろん漢字コースだけではなくて、おやすみポッドキャストがフルで聞けたりとか、他のボーナスコンテンツも利用できますので、ぜひ、参加してみてください。はい。漢字一人で勉強するの難しいよね。ね。私の漢字はですね、漢字コースは、常用漢字に沿っての勉強になります。なので JLPT のレベルではなくて常用漢字を使います。常用漢字っていうのはですね、日本人が日常的に使う漢字のことです。はい。だから、JLPT のレベル別に分けてるんじゃなくて、日常で使う漢字を勉強するというふうに考えてください。もっと、ネイティブ寄りって言ったらおかしいですけれども、はい。そんな感じです。で、一つの漢字があって、その一つの漢字を使った、
言葉を10個毎週勉強して週末にテストを受けるというコースになっております。はい。無理なくね、勉強が続けられるコースだと思うので、チェックしてみてください。はい。以上かな。そんな感じで、1月はね、新しい情報が盛りだくさんで、新しい学習目標を立てた人もいると思うんですよ。新年でね。はい。ぜひね、私のサービスを利用していただければ、めっちゃ嬉しいです。はい。ということで、終わり。今年もいい一年にしようね。はい。では皆さんまた次回。さよなら。